注意看，这家伙狠起来连裁判都不放过，面对裁判的拼命阻拦，他直接重拳出击，导致裁判的鼻梁骨当场被打断，鲜血直流。就是这么一位臭名昭著、蛮横不讲理的伊朗拳王，竟然在新闻发布会当众推搡中国拳王刘策，还当着数十家媒体实时直播撕毁刘策的个人照片。很明显，这个伊朗拳王根本就没把中国选手当人来看，扬言中国选手就是一个弱小的猴子，没有真实力。这个世界上最容易成功的事情就是击败中国人。明天我的对手，我连听都没听过他就是个无名之辈。我保证，明天会把他亲手打到跪在我的面前，向我求饶。这个所谓的伊朗拳王叫希纳·卡里米安，出道即巅峰的世界拳王少之又少，但希纳算是其中下手最残暴的那一个，至此被外国媒体称为是伊朗暴君。他之所以臭名昭著、蛮横不讲理，全凭他自己心态不行，不是故意偷袭对手后脑，就是不听裁判劝阻执意殴打，甚至发起疯来连裁判都敢揍。就是这么一位伊朗暴君，却招惹到了他这辈子都不该招惹的人。此人便是中国巨人腿王刘策。在此之前，刘策已经完成了一个新的里程碑，一晚 KO 3位世界冠军的成就，让刘策一跃成为了日本擂台最耀眼的那个中国男人。日本官方看到刘策在日本擂台的名声越来越强大，于是便花费重金邀请到了伊朗暴君卡里米安，试图想阻止一路连胜的刘策再创辉煌。话就不多说了，来让我们欣赏一下刘策的精彩表现。红色短裤是伊朗拳王希纳·卡里米安，黑色短裤是中国巨人腿王刘策。之所以叫刘策巨人腿王，那是因为刘策的卡夫踢太狠了，他一晚 KO 3位世界冠军的事迹深深烙在每个日本人的心中。那些矮小无比的日本人看到刘策本人都会被吓得胡乱窜，别以为邀请到了一个身高马大的伊朗暴君就可以制裁在日本擂台无一败绩的刘策。小腿终结者刘策根本不在怕的。ロー一発、カリミアンが見せます。ボディあー、みぞおちあたりに前蹴りです。リュウさん。カリミアンロー得意ですか？カリミアンはまず若干パンチが大きいんで、何でもパンチは強いんですけど、今までやってた選手はほとんど自分より小さい選手が多かったですよね。今回は同サイズになりました。そしてこのチャレンジャーのリュウさんがまさにカーフキックが得意です。ことごとくカーフキックで倒してきています。やっぱ横に並べてもリュウさんの方が大きいですね、だいぶ。そうですか。体の厚みが。刘策的卡夫踢实施的并不是特别的频繁，反观希纳却被刘策这一突然改变搞混了头脑。本以为刘策还会继续实施卡夫踢，结果刘策的重拳也不是吃素的，这一次读秒来的太过突然，吓坏了在台下观战的日本观众。难道刘策真的是不可战胜的存在吗？じゃなかったですよね。早かったですね。左のリュウタ、ここには入ってましたね。決めに来たのリュウタ。階段逃げる、階段逃げる。ここはクロッチ。パワーありますね。来るぞ。左。狙っている。リュウタ狙っている。カフ。これカーフは効きますよ。丁寧にカフ。左。希纳的作战计划已经完全被打乱，除了被暴揍就是被刘策追着暴打，完全没有任何反抗之力。刘策的拳脚膝进攻非常的优秀且精准，每一次都能精准命中希纳的要害部位。这个所谓的伊朗暴君连一个回合都没撑过去，就被刘策的拳脚进攻彻底打乱套了。いや、ちょっとカリミアンがバック。滑り行ってますよ。残り45、残り45。おかしくないですけどね。左フック。いや、ちょっとカリミアン苦しい、カリミアン苦しい、チャンピオン苦しい。足が来てますね。ベルトは中国に渡るか。クルーザー級のベルト。ボディヤンマだ。膝。逃げていく。シナカリミアン逃げる。ボディ。上。いや、ここでボディをちゃんと打つバックブロー。日本官方在台下彻底寒了心，完全想不到伊朗暴君卡里米安竟然如此不堪一击。中国拳王刘策真的是不可战胜的存在。既然他们对卡夫踢有所忌惮，在赛前做足了准备，就等待刘策实施卡夫踢。结果刘策连一次卡夫踢都没有实施，全程都在用重拳卯足了劲往死里打。試合の時間いっぱいです。2回ダウンがありました。この体重、この体の大きさと思えない。あとコンビネーションと、やっぱ佐藤さんの言ってるように、ちょっとクレバーで、この状態の中でもちゃんとカーブ蹴りますもんね。そうなんですよ。いや、打ち分ける。はい。ここでもうちょっと熱くなっていれば、デューが、シナにもチャンスは来ると思うんですけど、もう、かなり冷静に
ミドル。ここカリミアンどうするかです。わあ、でもここでもね、カーブこれね。カーブ来ますも厳しいっすよ、これ。飛び。第二回合开始了，经过第一回合的试探，刘策果断开始发力，精准无误的一拳彻底打懵了希娜。从刘策的表情中不难看出，这场比赛刘策打得很轻松，完全不需要用尽全力即可秒杀 KO 卡里米安。陷入绝境的卡里米安或许在酝酿一个恐怖的作战计划。每当希娜打不过对手的时候，他便会将转身边拳纳入他扭转战局、反败为胜的绝杀招式。いや、ジャブが本当右ストレートぐらい重いんで、カーフ。ここでもカーフ。パンチのコンパクトさがもう重量級じゃないです。おっとっとっと、バックブロー。いや、もう捨て身の攻撃に行かざるを得ません。カリミアン、来たぞ。膝か、いや違う。前蹴り。ボディだ。えぐるようなボディ。いや、一発一発も重いし速いし。丁寧なんですよね。そうですね。ちょっとカリミアンがなんとかならないかっていう状況。さあ、右ストレートカウンター。下がるカリミアン。これはもう、フルスカー危ない。再次被击倒的希娜表示刘策搞偷袭。日本裁判看到邀请嘉宾被打成了这个熊样，则是选择睁一只眼闭一只眼，给足希娜休息的时间。チェックですか。攻撃かどうかストップかけてますよ。っていうのを今多分確認してるんだと思います。いやー、でも、これは選手のこと責めらんないな。ストップって言ってもね、実は倒していきますよ、これ。さあ、仕留めに行くか。一方でカリミアンがここでまさかの大逆。希娜足足休息了8分钟，这个时间足以让希娜的精神状态恢复如初。奈何刘策根本不给希娜反应的机会，继续拿着犀利的拳脚进攻猛压希娜内围。臭名昭著的希娜在和他人打比赛的时候频繁实施小动作，那是因为其他对手没有任何防备，所以才能让希娜更好的邪恶出来。但在刘策面前，希娜完全没有实施小动作的机会。真以为中国男人刘策是个二愣子吗？その余力、出力を高めていきたい。息を吐きながらカリミアン狙う。ハイキック。いや、これ空を切る。カリミアンが何か狙ってるのか。でもちょっと入れないですよね。入れない感じですか、これ。狙ってるのか。手が出ません、カリミアンです。コーナー繋いできますからね。左フッカー。ステップインから左フック早い。早いですね。コンパクトなんですよね。すごい。いや、ヘビー級の重量級と思えない。バックブロー。あの番号で結構倒してますよね。ねえ。ボディシャム。もう一回回す。いやー、カーフだ。这个所谓的伊朗暴君还算可以，最起码顶住了一波接一波的压力，稳稳的站在擂台上。总共被击倒4次的希娜内心很恐惧，看上去是在和刘策展开对抗。其实希娜根本不敢实施幅度过大的进攻招式，生怕被刘策一拳一腿打报废，在日本擂台丢人现眼。大からはい、狙っていた。もう4回目ですけど、全部すかされちゃってますね。カリミアンはもう大技に回しがもう、これ武田さん、カリミアンはもう、これしかないですよね。玉砕覚悟ですよ、ここはもう。行かなければベルトは動きます。初防衛ならず。聞いてる、ちょっと聞いた。カーフですか。ここでカーフでもダウンを取るのか、リュウツァ。今までで一番ダウン取ってる回数が多いのはカーフです。ただ、右ストレートで谷。第3回合开始了，刘策在赛前所制定的作战计划极为缜密，一般人根本研究不透。鼎鼎大名的伊朗暴君卡里米安都要退让3射，无论是拼拳法还是拼腿王，伊朗拳王希娜都不是刘策的对手。可想而知，刘策的作战计划究竟有多么神秘，纵横拳坛10多年的希娜都琢磨不透。看来希娜早就已经成为了刘策的囊中之物，要想将其击败，刘策动手指便可轻松取胜。なかなか逆転は厳しいですね。なんとかしたいカリミアンチャンピオン。八方塞がりになっちゃう。このまま終われません。残り2分です。1分間経過。どうするリュウツァ。どうするカリミアン。ちょっと見合ってます。リュウツァもちょっと考えちゃってますね。そうですね、来ないんで、ということもあると思います。はい、キック一瞬ですね、カリミアン狙ってます。なので、5の線の取り合い。出てきたところに行くという仕掛け。很多人都不清楚希娜的真实实力，那么就再来简单介绍一下伊朗拳王希娜。她自出道以来就是一位穷凶极恶的大魔王，无论是在伊朗擂台还是在国际擂台，或许是现在的日本擂台，都拥有一个非常庞大的粉丝团体。实力与名气共存的世界拳王真的不多，希娜算是其中实力最强且名气最大、威望最高的那一个。さあ、ここでノックアウトで勝っている。
ここまでポイントという意味では多分一方的な状況です。どうしたんでしょうね。いかなくなりました。入れなくなっちゃいましたね。ミドル。佐藤さん、リュウツァーが行かないのはどう見ますか？僕はもう勝利の方に選択。希娜也是个完蛋玩意儿，明知打不过刘策还非要死撑，这下好了吧？大腿不仅受到了不同程度的损伤，甚至连脑袋和身体也受到了伤害。他引以为傲的转身边拳非但没有起到想象中的效果，并且还让刘策看了个精光。そして今日もまた中国リュウツァーの進撃は止まらず、またしてもノックアウト。まあなんか、これぞ K1 というようなノックアウトでしたね。すごい。だから認め。赛前有多嚣张，赛后就有多狼狈。赛前叽叽喳喳不停嘲讽的希娜，直接被担架抬了出去。颁奖的时候都看不到她的人影。不能说希娜的实力太弱，只能说咱们的刘策实力太强大。刘策发怒谁也拦不住。如果满分是100分的话，你会给刘策打几分？视频到这就结束了，咱们下期不见不散。